ビジネスとして見ると音楽大変になりすぎてないですか？もっともっと大変ですよ。でもiPod 出た段階で、もうもちろん終わりじゃないけど、やっぱりあり方は変わってきてますね。てか変わらざるを得なかったですね。で今映画でも起こりつつあるし、だから映画は音楽のあれがあったからいろいろちょっとねうまくやろうとしてますけど、音楽はもうあれで、だからミュージシャンとかトレント・レズナーとかいろんなトム・ヨークとかいろんな人が、要するに配信をしないとかやってたじゃないですか。もうでも今なんかもう誰もそんなことしないでしょ。今もそのスタイルでやってる人っているんですか？いないですね。いやでもこれだけある意味誰でもミュージシャンになれるようになっちゃったじゃないですか。サンプリングでサンプルして、ね、ギターなんて弾けなくてもサンプリングして作れるし、で昔は大きな会社とかが誰をスターにするかとか選ぼうと思えば選べた部分もあるかもしれないですけど、今全く関係ないじゃないですか。自分でアップロードしたら、いやだから誰が刀持ってるか分かんない戦国時代に突然投げ込まれてるみたいな感じじゃないですか。そういやだからこれ大変すぎるんじゃないか。しかもなんか今まではなんか大きな刀でガーやって勝てたけど、なんか今もうなんか戦う相手多すぎて、大きすぎて逆に戦いづらいみたいな、なんかすごいやっぱり今いつもそうだったと思うんですよ。それこそTV Kill the Radio じゃないけど、そのテレビミュージックMTV が出てきた時も多分同じだったと思うんですよ。それまでラジオで戦ってきた人たちがミュージックビデオで戦わないといけない状態、そういった意味では多分いつの時代も多分あったと思うんですけど、今は確実にその変革期ではありますよね。でもなんかレコード、ラジオ、テレビみたいな変化が数十年に1回ぐらい起きてたのが、今とかだとプラットフォームが5年10年ぐらいで一変するじゃないですか。だからマイスペースでやってた時代と YouTube でやった時代と TikTok でやった時代とかもうなんか違う物理法則の宇宙に投げ込まれてる感じじゃないですか。そうなんです。しかもそれで AI 入ってきたでしょ。そうですよね。なかなかどうしてですよ。だってもうそれ言ったらもうだってね、僕たちそれこそギター持って、で僕ギターっつってももう大体1本なんですね。持ち歩くの2本、エレキトリックとアコースティック、いっぱい持ち歩かずにもエレキトリックにいろんなことができるように改造してるんですよ。じゃなきゃやっぱりいろんなとこ旅できないし、すぐ勝負できないから、とにかくフットワーク軽くいけるようにしてて、それでもやっぱり機材もあるし、税関通ってカルネっていうの、カルネ知ってます？要するに機材を国外に持ち出す時に、国外に行った時にその機材を売りませんよっていう証明をしなきゃいけないんですよ。なるほど。そうじゃないとだって税関取る時に税金かかっちゃう。そうでそれをやって旅するでしょ。でアメリカヨーロッパ行って、その土地で機材を借りて、でバスでドラムとかを持ってこう回るわけじゃないですか。もちろん今みんなやってるんですけど、 DJ なんてもうバックパック1個で USB でこれでOK ですからね。そういった意味ではもうなんかこう価値観というかもののなんだろうな、音楽業界の中での俺たちがすげえこだわってやってることが、じゃあ果たして今の時代で正しいのかっていうと、そうじゃなくなってきてる部分もありますよね。でもその音楽っていう世界が今後どうなっていくかって考えた時に、こう数十年後の音楽の姿みたいなのって想像されることありますか？あんま想像したくないですけど、聞かれることあるし、やっぱりそれこそだから AI がその音楽を作る時代が来ると思われますか？当分ないと思うんですよ。今も作ってますけど、要するに AI がヒット曲作れるかっつったらまだ時間かかると思うんですね。でも物理的にはもう今だって普通にプレイリスト作ったりとか、自分が好きそうな音楽を勝手に曲集めてきてやったりとか、こんなような曲っつったらその曲で作ってくるわけじゃないですか。でその先に僕一個境界線があると思ってて、感覚、その感情みたいなものが完全に数値化されたら、僕全て変わると思うんですよね。例えば機械が人間が感動するものを作れるようになる時代は来ると思いますね。だから人間が今すごいデジタル化してますけど、
入り口と出口アナログじゃないですか。そのウーバーで頼むにしても、食べるの自分たち、アナログだし、で作る側も一応地球から来てるものを作ってるわけじゃないですか。で人が作ってたりする。でその先が結構デジタルだったりするけど、そこがどんどんデジタルになっていって、最終的にその機械、AI なのか何かがその人間の思う感じ方を理解するようになったら、理解というか本当に分析できるようになったら、確実にだからその時点で僕たちの存在意義がどこにあるのかっていう話ですけどね。でも今でもプレイしたかどうかとかクリックしたかどうかとか滞在時間とか、全然もう課金額とかは数値化されてるわけじゃないですか。されてる。それを超えた感情の数値化ってことですか。要するにだから作り手として、例えばやっぱり曲ってまだその完璧なものだけが売れてるわけじゃない。やっぱりその、僕もすごくやっぱ学ばされるんですけど、やっぱりそこにストーリーがあって、そのストーリーが自分の心に響いて、やっぱり人ってそれを買ったりとか、それを聴き続けたりとか、あとは自分の人生にすごく響くものをやっぱり自分は感動するわけじゃないですか。そこのレベルのものを機械が作るようになるのは、やっぱりその感情が数値化された先かなと思いますよね。でも今でもすごい分析されてると思うんですよ。僕たちが知らないうちに結構なデータベースとして蓄積されてると思うんですよ。もうすでに AI が作った曲だけがずっと流れてるラジオ局とかあるにはありますからね。それがね、その先にやっぱりでもそこまでいったら本当にもうそれこそ音楽だけの話じゃないから、僕たちのその生活自体が変わってると思う。人間のその支配力というか人間のその力がどこまでなんだろうな強くあれるのかっていうのは考えますよね、やっぱり。でも同時に思うのはちょっとだから2つのタイプの音楽で話が違うのかなっていう気がするんですよ。1個はその楽曲音というデータとか情報の中に閉じてるタイプのもの、もう一つはそこに閉じてなくてそれを作ったり演奏したりしてるそのアーティストという人とかアイデンティティとかその人がなんか担ってきたなんか生き様みたいなものを一体にして体験してる音楽、この2つで結構話違うのかなと思っていて、単純にその音とか楽曲というデータの中に閉じてるものに関してはいくらでも最適化が進んでいきやすいと思うんですよ。だけどこの曲の背後に雅さんという人がいるっていうタイプの音に関してはちょっとその背後にあるものとか歴史っていうのが複雑すぎてそもそもデータ化できないようなタイプのものじゃないですか、今のところ。だからそれはそんな簡単に置き換えられないのかなっていう気もしますよね。やっぱ人間がやっぱり摂取する以上、要するに聞いたりとか以上はやっぱりその時代は遠いと思います。ただやっぱそこの例えば何が起こってるのかとか、なぜそれが起こったのか、どう感じてるのか、これが本当にデータベース化されて、AI が理解して作るようになると変わりますよね。それはもう絶対すごい先だと思いますけど、でもしかしたら長い目で見ると楽曲そのものの重要度とかそこで出せる付加価値が落ちていって、どっちかっていうとそれを演奏したり作ったりしているというミュージシャンがどんな人なのかとかどんなふうに生きてきたのかみたいな物語の側の重要度が上がっていくっていうこともありえる。それは今も上がってると思います。そうですよね。それはだってバーチャルライブしてても、変な話、DJ も一緒ですよね。完璧なものって今も いくらでも作れるから、でもやっぱ例えばちょっと歌詞間違えたとか、ちょっとステージ上で転んだとか、なんかちょっとうっかり泣いちゃったっていうのがすごいやっぱ心に残るっていうのは、やっぱり人が人として生まれてきて、なんだろう、感情の火だというか、僕たちだからこそ感じれるもので、その価値はどんどん高くなっていくだろうなと思います。そっちの方が希少価値、そっちの方が貴重になっていくから。でもその一方でさっきのミュージシャンのホワイト化と関わってるんですけど、やっていいこと悪いことみたいなの線引きが厳しくなってるって部分もあるじゃないですか。でその中でこうミュージシャンがなんかその人の伝説とかエピソードみたいのを作りにくくなってるって側面もあるのかなっていう気もするんですよ。そうですね。これからの今世紀のミュージシャンがその人のアイデンティティとかその人の個性みたいなものをなんか作っていくためにその
重要な燃料っていうのは何なんですかね。燃料、てかその20世紀だと、要はミュージシャンっていうと社会から逸脱してて、そのドラッグだセックスだ、でなんか20代のうちに溶接するみたいな、そういうのがミュージシャンの典型的なエピソードだったじゃないですか。なんか今世紀のミュージシャンにとってどういうものが彼らを象徴する伝説的エピソードになるんだろうって逆に俺も聞きたいぐらいです何だと思われますか。いやなんですかね、それってでもなんだろう、ミュージシャンに関わらずだと思うんですよ。そうですよね。要するにやっぱり人って経験したことないものとか知らないこととか自分にできないものにやっぱ憧れるわけじゃないですか。でそれの象徴が昔だったらドラッグだったり、セックスだったりそういうものだったと思うんですけど、今やっぱ形が変わってきてたりもするのかなっていう。ただまあね、そういうあり方をしてる、例えばヒップホップのアーティストとか日本たくさんいるし、むしろラップやってるラッパーの方が、ね、特に海外とかだとめちゃめちゃやってるし、ロックアーティストの方がもうなんか謙虚にやってるんで、まあ確かにそうですよ、なのでじゃあもう今度じゃあミュージシャンと比べて、じゃあ IT とかサンフランシスコ行って、ね、シリコンバリーのやつらの方が絶対俺よりもパーティーしてると思いますよ、間違いない。確実に。朝起きてメディテーション、してるやつもいると思いますけど子供に日本語絶対教えてる。メディテーションもパーティーも両方やってるでしょまあでもなんかそういう意味でなんだろうな、悪いものの定義が変わってきてますよね多分ね。要するに悪くてかっこいいっていうのの定義が変わってきてるのかなって、それが何なのかちょっと今で分かんないけど、昔の方が普通にだってジャンクフードとか、タバコとかでしょ、今じゃそれがじゃあかっこいいかって言うと価値観変わってきてると思うんですよ、でも特にそれが日本で重大な問題だなっていう気がちょっとするんですよ、っていうのはその今例に出たようななんかサンフランシスコの IT 起業家がみたいな、ラッパーがみたいなのって、まあ、なんか主にアメリカ中心のカルチャーじゃないですか。でもアメリカを見れば政治の世界にトランプがいる、ビジネスの世界にイーロン・マスクがいる、でカルチャーの世界にはカニエ・ウェストがいるみたいな感じで、何でもありな20世紀っぽい暴走系の人が今でも前線にいるって感じじゃないですか。でもなんか日本の場合そういう感じじゃもうなくなってるなと、良くも悪しくも。確かにね。ああいう暴走の仕方はもうこの社会では許されないようになっちゃってるじゃないですか。だからこの社会、ああいうその暴走できるリーダーみたいなのが良くも悪しくもいない社会なんだろうなと。だから圧倒的に暴走する起業家も経営者もいないし、政治家もなんかサラリーマンみたいだし、でミュージシャンたちも貧困法制だしって、この社会でここでできることは何なんだろう、ここだからこそできることはあるのかなみたいなことをちょっと思ったりしますよね。俺はそれはなんか日本だけじゃなくて世界的なことだと感じてて、要するにメディアとか、要するにさっきそのステージが下がってきたって言いましたけど、やっぱり匿名で物言える時代、これはでかいと思うんですよ。だからメディアも視聴者の意見とか聞くし、もちろんまあ聞くのは当たり前なんですけど、やっぱりそのパワーバランス変わってきてますよね。でそれは多分海外も一緒だと思うんだけど、やっぱり彼らの方がまだ強いですよね。そこに対して屈しないというか、カニエ・ウェストにしてもイーロン・マスクにしても、日本はやっぱそれがすごく露骨に多分顕著に出てる例、まあ、でもそれはアジアの他の国も一緒なのかなと思いますね。でもそれはやっぱりこれだけやっぱり要するに買う層が物言える時代になってきてるから、アマゾンでだって物売ってももうカスタマーのレビュー見ちゃうじゃないですか、見るじゃないですか。そこのパワーバランスの結果なのかなって思うんですよね。でもこれほど匿名で存在してるかどうかもわからないうぞうむぞうの声を聞くようになってるって考えてみたらすごい不思議なことですよね。そうなんですよね。ネット炎上とかよくよく考えてみたら存在してるかどうかも全くわからないじゃないですか。つまり僕たち、特に僕たちの世代ぐらいまでの人間って、要はみんなが好き勝手に言ってそれが公開の場所に流れ続けるみたいな世界に全く慣れてないわけじゃないですか。で突然それにさらされるようになって、で存在してるかもわからない、どこにいるのかもわからない赤の他人の声みたいなのにすごい傷つくようになってるわけじゃないですか。センシティブすぎるんですよね。それはすげえ思う。
だから発信する側の声とか音量はどんどんでかくなってるんだけど、こちら側の耳の力は変わってないっていう問題が今あると思うんですよ。なのでこれだけみんなが好き勝手に言えるようになったので、みんな好き勝手にあらゆる場所でみんなの声が発せられてる、だけど聞く側も話10分の1ぐらいに聞くっていうふうにどう変われるか、そうですね。だからそのために教育自体が変わらないといけないんじゃないかなっていう気はしますよね。だから今だとだからその教科書に載ってるような情報と、SNS の匿名アカウントが書いたものみたいなのが同列で僕たちの頭の中に入ってくるようになっちゃってるじゃないですか。確かに。でそれによってプラットフォーマーたちの思うがままになってるのが現状だと思うんですよ。ある意味でそのプラットフォーマー側からすると、あそこで起きているよくわからないうぞうむぞうの声っていうのにみんながビビってくれればくれるほど彼らの権力は増すわけじゃないですか。だからプラットフォーマーたちの術中にはまってはいけないっていう。プラットフォーマーっていうんだそれ。まあ SNS を牛耳ってる人たち、ルールを作ってる人たちです、ね。いるんですかそれ。まあ、てかだって UI のそもそも例えば SNS で別に Twitter でもインスタでも何でもいいですけど、あれの見た目のデザイン自体がそもそもそこで起きてることが僕たちにとって重大なことであるかのように感じさせようと思って作ってるわけじゃないですか。確かにだってね、だからそれにそのまま反応してしまうと見事に罠にはまってるってことだと思うんですよ。確かにね。いやそれはだって僕も子供がいるんでやっぱり言ってますけど、やっぱ情報の収集の仕方、もう今も氾濫してるじゃないですか。それをやっぱりどう自分なりにキュレートして、でそれがしかも偏りすぎずちゃんとどうその情報を収集するのか、そしてどう処理するのか、このスキルは確かに学校でやった方がいいですね。なんか SNS はなんか携帯見すぎないようにじゃなくて、情報のその収集の能力とその処理能力の授業をやった方が絶対いいですよね。誹謗中傷に耐える力を鍛える授業みたいな、それもすごい大事だなと思って、今の時代誰がどう巻き込まれるか分かんない時代じゃないですか。でちょっと前までは有名人ばっかりが週刊誌 SNS の餌食になってたかと思いきや、もう最近なんかそこらのサラリーマンとかもなんか突然暴露系アカウントとかに実名と顔写真載っけられて人生終了みたいになったりすることあるじゃないですか。マジで。そういうあれね、そのネットとかにってことね。確かにね。だから誰でも巻き込まれる可能性ある時代になってるんで、いかにそのリスクと、ある種の新しい災害みたいなもんだと思うんですよ。そうですね。天災ですよね。なのでそれにどう立ち向かうか。いや人災でしょこれ。人災でしょこれ。つまり人間が作り出してしまった、この人間社会が作り出した社会的な天災みたいな感じですよ。いやだから僕はもうだから止めることはできなかったんだろうなと思うんですよ。この流れ、この先も AI にしても、多分誰かがいやこれは良くないって言って止めて、そのテクノロジーの発達自体のことですけど、多分止めることできないんだろうなと、この流れ自体が。そういう意味ではもしかしたら天才かもしれないですね。いや今の時代は後から振り返ったら多分人間たちが頭おかしくなっちゃってた時代っていうふうに歴史の教科書に載ると思いますね。後からでしょ、だから例えば印刷技術が生まれて、出版物が本とかバッと大量生産できるようになった時代あるじゃないですか。あの時代に最初に起きたことの一つっていうのが魔女狩りが氾濫したってですね。魔女狩りマニュアルみたいなのが大量に印刷されて、で順番にみんなで魔女と称する人を見つけてはリンチしたり、場合によっては本当に殴り殺したりしてたっていう時代があるんですよ。で今起きてるのは結構それに近いんだろうなと思って、新しいメディアが出てきてコミュニケーションの仕方、情報の流通の仕方が変わった、だけどそれとどう向き合っていいのか、それをどう規制していいのか全く分からないんで、無法地帯みたいになっちゃって、みんなで順番に餌食を見つけ出して、袋叩きにしてるみたいな、わけの分からない状態だと思うんですよね。いやだからそれ自体が多分僕たちの脆弱性というか、多分その繰り返しなんでしょうね。例えば100年後先、もし200年とかもうこの地球が存続してたら、多分違った形で同じような多分過ちをしてるんだろうなって思いますよね。でも怖いなと思うのは速度がちょっと速すぎて、そうですね、それ早いですね。人間の工夫が全然追いついてないんじゃないかっていう感じですよね。だってスマホが出てきてまだ17、8年とかですよね。でそれで一気にYouTube とか Twitter の一番最初の形が出てきたところから生成 AI まで一気に来てるわけじゃないですか。
まあ、だからゆっくりなんか何年かかけて国会で規制をみたいな速度だと全くその現実に追いつけないっていう問題なので、その規制の側自体をどう自動化するかみたいな問題がすごい大事なのかなっていう、それに追随する規制を作るってことですね。まあ、だからそれを国家が作れるかというと怪しい気もしてくるので、そうですね。まあ、いかにそれをそのテック企業みたいな存在たちが、自らその規制を自分たち自身で同時並行で作っていくみたいな状況が作れるのかどうかっていうのが大事なのかなと。ね、そういうの自分たちでそういう規制を作らないといけないっていうルールを作らないといけないんじゃないですかまず。だってもうそれこそスーパーパワーですよ。だから本当に、ね、それこそ地味編がギターが鳴らした時になんだこれはってこのスーパーパワーが今僕たちが持ってるスマホがスーパーパワーなわけじゃないですか。もう違う国の人と喋れんのっていうこのパワーを僕たちがどう使うのかっていうのがすごい問われてるし、やっぱ間違った使い方するとやっぱり間違った方向に行きますよね。その振れ幅が昔よりもやっぱり大きくなってるのかなっていうのを感じますね。大胆になってきてるというか。まあ、だからこのまま人類が奴隷というか餌食として惨めな立場に数百年立ち続けるみたいな世界も普通にありえんのかな。いやありえますよね。何の話ですかこれこれ音楽の話すると思ってたんですけど。人のちょっと声を気にしすぎる話が続いて、はい、まあそうですね。ちょっと思ったのは、音楽作る時に、そう周りの声をどれぐらい大事にしますか。その反響とか売り上げとか数字とか、それとどう向き合ってるんだろうなと。僕はそういった意味では良くも悪くもオールドスクールだと思いますね。全くじゃないですけど、まず自分の心が燃えるかどうか、自分がワクワクできるかどうかを一つの基準値にしてますね。もちろんだからその例えばアニメの主題歌とか映画の主題歌とか、例えばまあファッションショーでやるとか映画のやつとか、それは題材があってそれとこうある種コラボレーションしてケミストリーを作っていくんですけど、やっぱ基準値は自分がそこに対して震えられるかどうか、ですね。なのでまあ多分今雅を応援してくれてるファンの子たち、今多分これ見てる人たちは多分まあそうだよねと言うと思うんですけど、結構もうスタイルも変わってきてるし、いろんなことやってきてるし、じゃなきゃ俳優業とかやんないし、難民支援も含めてですけど、やっぱり自分の心に正直でいたいなと思いますね。それ以外に逆に言うともうテクノロジーがどんどん発達して音楽の形が変わっていくわけじゃないですか。基準はもう分からないですよね。だって正解がいろんなところにもあるし間違いもたくさんあるわけだから、そういった意味ではまず自分が聴いた時にドキドキできるかを一番の基準にしてますね。どういう曲ができた時にドキドキするかみたいな言語化されたりしてるんですか。それとももう言葉の世界じゃないっていうか。まあそれはそうですね。やっぱりドキドキぐらいしか言えないですよね。それはビートかもしれないし、でもやっぱメッセージ、やっぱりね、自分たちもうティーンエイジャーじゃないし、やっぱりなんかこうドラッグしてじゃないから、やっぱり聞いてくれてる人たちに対して本当にその、まあ、祈りじゃないけど、もう本当に教育みたいなもんでやっぱ聞いてそれで人生変わりましたっていう人が世界中にいるわけじゃないですか。で雅の音楽聴いて日本の文化勉強し始めましたとか、日本に来ましたっていう子たちもたくさんいるし、やっぱ責任が生じますよね。でそこに対してはやっぱりそのまっすぐ入れるように いたいなと思いますし、その子たちにとってその人たちの人生にとって有意義なものではありたいなと思います。それも自分の中でのその基準値ではありますよね。マイナスであってほしくないし、まあ、そもそもマイナスになるために音楽なんて聴かないから、やっぱり聴いてよかった、聴いて強くなれた、聴いて元気になれたっていうものを作りたいとは思いますよね。いやこれほどポジティブ側、愛の側に触れてる情報ってあんまりないですよね。なんですか。いやだから音楽聴いて、怒り出すってあんまりなくないですか。まあでも怒りを共有してもヘビメタとかそうですね。グワーっつって怒りを、まあ、そうだよなっつって一緒にこう暴れるみたいな、まあ、共有っていう意味ではそ
それこそ本当にもうシューゲイザーじゃないけどもトム・ヨークでもそうだしなんかこうもう死にたくなるような思いを共有する曲もまあありますよね。ただやっぱりそこで一つ共通しているのはやっぱその共存、共有、共鳴、これは多分音楽、まあ、そもそも共鳴しないと響かないし人の心には届かないから、そこでやっぱり人の心に寄り添ったりとか人と一緒にその共感するっていうこと、むしろそこがなんか前提にあるというか、ただ共感するためだけに作っちゃうと嘘になっちゃうから、別に自分がそう感じてないのに愛してるっつってもやっぱ響かないから、やっぱ自分が愛してると思った時にその本当に心に響く愛してるが歌えると思うし、その愛してるに響いた人たちがそのアーティストの曲を聴くんだなと思うんで、嘘つけないですよねそこは。いやなのでその共鳴側同調側がこれほど優位なそうですね創作ってあんまりないな。ないですね。でそれと比べると政治とか、社会について考えるみたいなのはどっちかというと対立を作り出すことがそうですね、根本的なアイデンティティにあると思うんですよ。まあ、政治とか国家みたいなものとか社会とか、ある意味その敵と味方を作り出すことがエンジンみたいな原動力みたいな部分あるじゃないですか。いやだからその点いやそれがどうなんかなと思うんですよね。そのあり方自体が。いやなのでその音楽によって作られる世界政府ねみたいなことも無理なのかなっていうのは結構本気で思いますね。いや本当にやっぱり難民支援のその活動させてもらってて、最初レバノンに行って、シリア危機があった後だったんで、そこからもうバングラデシュ、ケニア、コロンビアとかいろんなとこ行ってて、ウクライナがあって今ガザでもありますけど、やっぱり僕はすげえなんだろうないいなって思ったのが、オリンピックって難民選手団ってあるんですよね。でそこでユスラ・マルディーニさんっていう彼女、もともと彼女も難民でそのブラックシーかな、もう海をそのボートで避難してる時にボートが壊れちゃって、多分30人40人50人ぐらいで乗ってたんですけど、もうそのままもう何ていうんですか漂流してもうみんな死んでしまう時にお姉ちゃんと彼女たちが水泳の選手だったから海飛び込んで3時間ギリシャまで泳いでボートを押して生き延びて、でドイツかなたどり着いてからリオのオリンピックで難民選手団として出たんですよ、オリンピックに。でそのオリンピックには自分が逃れてきた国、シリアかな、自分が逃れてきた国の選手団もいるわけですよね。でも彼女は難民選手団としてそこに存在してる。でこれって違う国じゃんって、違う国家じゃん。要するに逃れなきゃいけない人って今たくさんの難民の方々がいる中で、その人たちだけでそういう国家作っちゃえばいいじゃん。まあ言うのは簡単だけど、でもそれに近いですよね。音楽に共鳴した人たち、少なくともやっぱ僕音楽やっててロシアに行こうが中国に行こうがやっぱりみんなもちろん細かい揉め事あるけど、でもみんなやっぱり楽しんで、一緒のビートに乗って一つになるっていう、それと一緒でなんかそこだけの国家みたいな、そこだけの集まりみたいなものを難民選手団を見た時に、そういうあり方、土地さえあればね、そういうなんか国家作ってもいいんじゃないかなって思ったりもしますよね。でもなんか人間すごい長い歴史を見るとだんだん暴力に訴えなくなってるっていうことあるじゃないですか。違う暴力の形が変わってきたんでしょうね。いやでそれがその敵と味方を作るみたいな考え方とか人間の本能が少しは弱まってきて制御できるようになってきたっていうことの表れなのかなと思っていたら、気づいたらまた戦争の世紀みたいな感じになりつつあるじゃないですか。だからこれが逃れられない運命なのか。いやだからやっぱ教育だと思うんですよね。やっぱり起こったことそれで本当に自分もキッズたちに言ってるんですけど、自分の子供たちにメモれと、とにかくカレンダーでも自分がしてきたことでメモれって、メモんなきゃ忘れるし、やっぱり争った痛みを忘れてしまったらそれは争いますよね。多分そこだと思うんですよね。だからやっぱり、戦争もそうだし、やっぱり
悲惨なことが起こった、苦しかったっていうことをやっぱり伝えていく。僕たちもやっぱり経験してないわけで、やっぱそれをいかにスマートな形でちゃんと伝えていくか、これができないと今それの反動が、ある種ゲームとか、あとは格闘で、格闘もスポーツとしての格闘じゃなくて違う格闘、やっぱり戦う闘争本能ってあると思うんですよ、人っていろんな形で。それがやっぱちょっと吹き出してきてる。難しいのはなんかこの対立とか闘争の本能みたいなのって、ちょっと裏返すと人間のいい側面でもあるじゃないですか。つまり向上心みたいなものとか、生命力ですよね、生存する能力ですよね。なのでそのより高みへとかより新しいものへみたいなことと、そのために他者を殲滅しても構わないというのはすごい際どいギリギリのところにあるんだと思うんですよ。でなのでその負の側面だけを、いわばそのゲームの世界でデジタル消化するみたいなことが可能なのかどうか。それだからサッカーとか一緒ですね。サッカーもバスケも要するに対立して違った形でやっぱり高め合うっていうのは。だからスポーツはそういう役割を明らかに果たしてるわけですよね。だからなんかサッカーなんかでもワールドカップとかにアフリカの内戦中の国とかが出場したりすると、その国内での紛争が和らぐっていう研究があったりするんですよ。なのでそのスポーツっていうのは多分人間が戦争する代わりに、本当にお互いに殲滅し合う代わりに作り出したある種のゲーム、そうですね。もうというか文明というか発明ですよね。だからあれほど人間を熱狂させるんだろうな。そうですね。弾かれたことあります？いやいや、ギターを触るのは僕30年ぶりぐらいです。あ、マジですか。だからだからじゃあ例えばそうでここ指硬ちょっと自分の指の硬さを発見するっていう予想外。